はい、おはようございます。今日がプラハについて2日目でございます。2日目で昨日夜着いたばっかりなんですけど、もう今日は朝今7時半でチェスキー・クルムロフっていう街自体がちょっと世界遺産になってるっていうところがあって、そこに約バスで3時間ぐらいかけて向かいます。さっき言った通り今プラハにいるんですけど、プラハから電車もあるんですけど、電車とバスがそんな変わんなくて、でネット見る限りみんなバスの方がいいとかバスで行ってるパターンが多いので、ちょっと今回バスで行きたいと思います。着きました。チェスキークロル、ちょっと待って、チェスキークルムロフ着きました。バスで約プラハから3時間かけて朝8時から知らないバス停から乗ってきましたよ。でね、ちょっとちらっと景色見えたんだけどめっちゃ綺麗なんだよな。やばい、これはやばすぎる。いや見て、こんな世界の車窓からしか見たことない。うわ、すごい、街も可愛いくらい。なんかハウステンボスみたい。ちょっと待ってね、人多すぎないか。これはがっぽり稼いでないもんな。寿司屋。でもマイサイゴン寿司ウォークフォー、もうめちゃくちゃや。もうアジア固まってるやん。おー、何これ。ほら、すごくないこれ。ちょっと上にいる人たちをぶっ飛ばしていきたいので上に上がっていきます。すごっ。これ人間が作ったんやろこれ。これ見てわかるかな。これめっちゃ景色いいんだけど、いや俺もあれ欲しいな。なんていうのかな、杖。うお、めちゃくちゃ綺麗。やっぱこの建築物の統一感がいいよね。マジでハウステンボスみたい。ちょっと私も今年で25になるんですけど、もうね、こういう坂ちょっとしんどくなってきた。うお、すごい。このヤンキーの角刈り張りに綺麗に刈られたこだわり抜いた庭。これちょっと着いてもうすぐ1時間。これちょっとなんか1時間ぐらいブラブラして気づいたんですけど、ちょくちょくアジア人の方見るんですよね。こんな遠いプラハからバス電車どっちも3時間ぐらいかかるようなめっちゃ不便なところでアジア人見るんですよ。素晴らしい。すごい。わざわざ遠くから。カップルしかおらん。なんだ、やばい。穏やかにしな、心穏やかにしないとこれは。そして今回の動画の目的はもうほぼほぼ秘境と言ってもいいのではないでしょうか、日本人にとっては。それに対する、尊敬の意を込め、そしてアピールしたいと思う気持ちも込めて今回一日探索動画を撮っていくというほのぼの動画なので、かくれんぼとかしたいな、こんなとこで。ということで、妬み、そねみ、苛立ち、邪念、もうこの水の中に入って浄化してこようかな。うわー、広っ。ここめっちゃ
急な丘の上なんですよね。にもかかわらずこんなにも土地がきれいに整備されてるっていう、すっげえお金持ち、すっげえ王様がいたのかなね。いや、なんだろう、上から見たら何なのかな。予想はワーナーブラザーズ。ジャパニーズ、すっごい久しぶりに聞いた。いますね、来てる人。やっぱ日本人でも。おー、すげえすげえ。これはすごい時来てしまったな。すごいすごい、コミュ障出てる。あたふたする、あたふた。さあ来ました。人々をこう見下ろしてたのかな。こう見たら真ん中の方って少し丘なってるから、奥に見える建物とかほんと平行なんだよね。伝わりきれないけどすごいね。みんなはい、このさっきのとこから城内に入ってきました。なんか彫刻みたいな壁にもうちょっと空間、ピロティみたいな空間があって、なんかそれがいくつか続いてそうな感じがしますね。うわー、これ本当に、うわ、これ分かるかな、書いてるんだ。もう完全にブロックかと思った。すごっ。ここら辺お金なかったんかな。それか多分あれだろうね、経年劣化的な感じでレンガだったものを壁紙に変えたのか、壁紙っていうかこのペイントしてレンガっぽく見せてるのか。でもあれだもんな、上の絵とかすごい歴史を感じるもんな。わあいいね。わいいじゃん。何これ、島スペイン村みたい。わ今聞こえました。今なんかバイオリンかなんか音がしたけど、これもバイオリン弾けたらここで弾いてるな。ちょっと待って、よくよく見たらさ、あんま感覚と変わらんくない？感覚やん。よくよく考えたらですけど、皆さん、ここチェコのなんてとこだっけ、ここはチェコのチェスキークルムロフ。わざわざチェコのプラハまで行って、プラハからこう3時間かけてきましたけど、感覚いったらそのちょっとは雰囲気味わえますよ。はい、また街に戻ってきました。どういうポージングしてんなんだわ。いやいいな、のどかやな。これがさっきこの壁画とか上から見下ろしてたところですね。こう降りてきました。で今この城に行く時とまた違ったところから橋渡ってまた中心街に戻ってきてるって感じですね。やっぱいいね、ちょいちょい賑わってるな。ちょっとお腹空いてきたんでレストラン探していきます。届きました。タバコは吸いませんよ。タバコは吸わないけどこんな感じで。ということでいただきます。あ、普通に美味しい。なんか普通に美味しいチキンカツって感じ。これがお値段だいたい230コルネだから、日本円でだいたい1コルネが6円ぐらいなんで、多分1500円いかないぐらい、1500円いくかいかないぐらいじゃないかな。1500円いかないな、多分1400円ぐらいで、1個めっちゃ心配することがあって、このレストラン入って食べ物頼むまで無意識でやってたんですけど、カード払いできるかどうかちょっと、多分日本だったらちゃんと現金を持ち歩くんですけど、なんかほんとイギリス来て現金を使うシーンが全くないから、なんかこういう時にね、海外来てもしこれカード使えなかったらみたいな、やばいですよね、その時は。い
やちょっと待って、やばい、お腹いっぱいになってきた。結構限界かもしれない。あとこんだけ頑張ります。ごちそうさまでした。なんとかカード行きました。よかった。危ねえ、マジで死ぬかと思った。ということでまだまだ散策していきます。はい、よし、お昼ご飯も食べ終わってお腹もいっぱいというところで、少しねこの街全体の南側下の方に来ました。チェスキー・クロムロフ、見えてないな。チェスキー・クロムロフはなんか川がくねくねってなってて、でそのくねくねってしたその間に街がこうある感じで、くねくねってして123あるうちの一番下の方に来ました。なんか見た感じ観光地っていうよりかは別荘地っていうか、家とかなんか大きいアパートみたいなのがたくさんある感じかな。そうだね、ホテルとかなんか一気にのどかになった気がする。このさっきなんかくねくねって言ったんですけど、一番上に最初ら辺に映したお城があって、でこのくねくねっとしたこの真ん中のところに町というか、まあ日本の感じで言うと多分城下町みたいな感じのがあって、でここはホテル、家、なんかすごい住宅地っぽい、そんな感じになってますね。ちょっと南の方に行ってたんですけど、結局上の方に戻ってきちゃいましたね。意外と本当に下の方は何もなくて、何もないって言い方悪いな、何もなくはないけど、なんかねこっちの方が賑わってるっていうことで、ちょっとお城の後に通った通りまで戻ってきました。なぜかっていうと休憩したい。なんだかんだね今2時半とか、いや違う、全然よかった、2時だ。でももう1万3000歩ぐらい歩いてるから休憩させてほしいな。ちょっと探しますか。なんだろう、ワインとか、レモネードいいな。疲れました。Nice place with very good coffee。 ちょっとそこ行ってみようかな。じゃあやっぱ景色いいよね。いろんな色の鮮やかな、あ、これかな、これじゃないかな、これじゃないかな。ちょっとね行ってみたコーヒーショップが無理だったな。違うとこ行くしかない。クレカがダメでした。なんかみんな柵を見てんなと思ったらクマがいるんですけど、もう一回お城行こうかなって思ったらこんな感じで、クマ行こうと思ったコーヒーショップがクレジットが無理で、いやこれどうしようって思った時にもう諦めて散策してる状態です、ずっということでお城2周目です。すごい韓国の人が多いんですけどね、なんでやろう、ずっと来よった言ってる。落としわかりました。さっきはね周りが韓国の人だらけ、軽く日本みたい。僕はね顔が中途半端なんで、もう見たら分かるように日本人っぽくないし外国人になりきれない感じ。もうだからなんかねどっちの人からも珍しいって感じの顔で見られる。だからね結構中国とか韓国の人通るんだけど、あ、仲間がみたいな感じの上で見られるけど、あ、ちょっと違うなみたいなちょっとさすがに疲れたな。結構ここねアップダウンが激しい街の中も。ちょっとそのせいでヒゲ生えるのちょっと早くなってんな。ヒゲが朝だったのにアップダウン激しいから、多分歩いてる人みんなヒゲ濃いもんな。でも絶対みんなこのせいでヒゲめっちゃ早く伸びてるわけよ。
出たけど余韻が、中の空気の余韻が全然喋れない。ってことでちょっと待って、まだ行ってないとこあるっけな。多分ないな。もう行ってみよう。こっちさっきのこの教会に沿って違う方向に歩いていくと、なんかミュージアムっぽいものがありそうなんで、ちょっとそっちに向かっていきます。俺は負けないぞ、アイスの誘惑には。めっちゃ食べたいけど、完全に裏道っぽい目立たないとこに、ここは初めて通りました今日。これで多分大体ここの街の道は全部歩いたんじゃないかな。意外とコンパクト。歩くだけだと体感3時間ぐらいだけで事足りるかな。すごいな、おしゃれだな。どういう気持ちでこれ黄色全部塗ろうと思ったんやろな。赤、紫、黄色欲しい。青やったらな。まあでも色の雰囲気はこんな感じか。ああいいな、こういうホテル泊まりたいな。これホテルですよ。こういうホテルに一泊してゆっくり過ごして、夕方ね戻ってきてちょっとゴロンとして、もう一回夜になったら街行って夜ご飯食べようかって。ライトアップとかも綺麗なんやろな。はい、ここがお昼ご飯食べたとこですね。このチリが頭に入ってる。もう120回ぐらい通ってるからね。ぜひちょっとここに来たい人ね、自分が案内しますよ、マジで。それぐらい自信ある。もうここなんて、ここの道なんてもうね、つぶって歩けるんだから、もういいよね。折り返そう。もうこんな感じで、今日は11時ぐらいにここ着いて、で今夕方の5時。まあお昼ご飯1回食べて、3、40分ぐらいゆっくりしてたとはいえ、ずっとその前と後歩き続けて写真とか撮り続けたら、もう3時間ぐらいでだいたい全部回りきれる感じでした。ネットには、日帰りにちょうどいいとは書いてたけど、6時間7時間ぐらいはいるよみたいな書かれてたんですけど、個人的にはそんなに一通り回りきるにはいらないかなって感じ。なんかもうちょっといろいろ眺めながら、何回も自分の好きな場所に行って写真撮ってとか眺めてゆっくりして、もうちょっとカフェとかしながらとかだったら、5時間じゃないかな。だいたいそれでも7時間も6時間もいらないですね。ただ自分はこうやって歩き続けてても、あんまり飽きないから、個人的にはね、街歩きとか体力作りとかいいんじゃないかな。シーズンベストでしたね。これは今6月なんですけど、多分5月6月は本当にベストだと思います。これ天気もだいたい20度ぐらいで、半袖で1日過ごせるぐらい。ちょっともう今日は土曜日なんでめっちゃ人多いけど、多分これ平日だったらもうちょっと少ないって考えたらめちゃくちゃいいんじゃないかな。寝てるやん、店員さん寝てるし、平和やな。この時間店員さんみんな暇そう。バスが出るので、もうそろそろここから帰ります。でもこの後はまたプラハに戻って、プラハで晩ご飯食べて今日一日は終わろうと思います。もうここはね、歩き尽くして道も覚えれるぐらいここ知ることができたので大満足です。また何かの機会で来れたらいいかなと思います。ではプラハに飛びます。はい、プラハに着きました。すごい、めっちゃ綺麗。これ後ろに見えるのがプラハ城で、プラハ城川挟んで向こう側が多分旧市街地って言われるところで、自分の泊まってるホテルとかはこっち側にあります。でここに自分が事前にチェックしたレストランとかが多くあるので、ちょっと晩ご飯探しに行きます。着きました。レストランムステック、ポテトスープを
先に食べました。なんかめっちゃガーリックの匂いがする。いただきます。めっちゃ美味しい。うわ、これうまっ。これね、魚介の香りがする。これ海鮮系のいい香りがする。美味しい。ちょっとチェコはビールが有名らしいんですけど、いろいろやらないといけないことがあって、今回の目的としてはリモートワークっていうのがもう一つ目的があって、違うとこで気分転換しながら自分の仕事をしよう。なのでちょっと今日はこの後自分のやることがあるのでビールを控えたいと思います。ちなみに店内はこんな感じです。めっちゃうまそうなのが届きました。さっきのスープとこの豚の肩とポテトとザワークラウド。しょっぱ。これあれだな、ホットドッグの上に乗せるやつ。美味しい。これはなんかポテトって書いてあるんだけど、漢字としてはなんていうのかな、ちょっともちっとしたパンに近い。あ、これザワークラウドだわ。うまっ。じゃあちょっと豚いただきます。簡単に言えばめっちゃホロホロのチャーシュー。ちょっとね塩分控えめっぽい。うまっ。しっかり全部食べて、店員さんにウォッカのショットをサービスしてもらってアルコール飲まないっていうのを裏切りました。さすがに礼儀でしょ、ジャパニーズとしての。お店を出て今歩きながら帰ってる途中なんですけど、周りがねこんな感じ。すごい人。え、あれ神戸って書いてるんだけど、ケーキ寿司って書いてるから神戸って神戸だよね。すごいじゃん。神戸ワールドワイドじゃん。今日満月。これちょっと見えるかな。携帯で撮った方がいいかな。ちょっと写真撮ろうかな。ちょっと写真撮ります。このレストランのとこからテクテク歩いてきました。もうすぐホテル着くかな。結構街中はね、なんか危ない雰囲気というか、みんな酔っ払ってふざけてみたいな感じが多かったからね、回せなかったんですよね。ここら辺は大丈夫かな。でも基本的にみんないい人っぽい。すごい優しい人多いし、だから基本ニコニコしとけばどうにかなる。ちなみに今回のディナーは700コルネぐらいでした。ポテトスープが160コルネ、コーラが90、メインが450とかで、いろいろもろもろ含めて700。でも東料理っていうのがちょっと食べたかったからっていう意味では2種類食べて、で今回その分コーヒーを我慢して、お昼のスイーツとか全部我慢して過ごしてたから、ここら辺はありかなっていう感じですかね。もう着くなということで、今回が一応2日目になるんですけど、明日はプラハ市内を行こうと思ってるので、第2弾はプラハ編届けできたらなと思います。それではまた。